皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回はトランプ大統領が公約に掲げている教育省解体についての情報をシェアしていこうと思います。教育省解体を実行する背景には何があるかというと、子供に対してとんでもない教育の実態があるからです。私たち日本人からすると目を疑いたくなるような教育現場の実態があるわけですが、それがわかる動画を紹介していきます。そして実は決して日本も例外ではないということを知れば、さらに驚くことになると思います。日米で起きているこの問題は数十年前からすでに起きていることであり、教育が子供に与える影響を考えると気の毒でしかありません。日本にはびこるグローバリスト、共産主義者の存在とその行動パターンを知ることは、子供たちの未来を守る上で特に重要です。この動画が子供たちを邪悪な存在から守ることにお役に立てればと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回の動画はアメリカの腐敗がいかに深刻な状況になっているかという情報をシェアしていくわけですが、国家の未来は次世代を担う子どもたちがどんな大人になっていくかに大きく依存するということは特に深く考えなくてもわかる話です。ところがアメリカの教育現場では数年前から腐敗が急速に進んでおり、深刻な問題となっています。それを加速させたのがバイデン政権となりますが、改めてその詳細を知ると驚きしかありません。では日本は大丈夫なのかというと、実は程度の差こそあれ、日本も深刻な状況にあると言わざるを得ない状況です。子どもたちを守れるのは大人たちしかありません。その子どもたちの将来が脅威にさらされていることについて、一人でも多くの国民が意識を持つことこそが腐敗一掃には必要なことだと思います。トランプが公約に掲げる教育省解体。報道によりますと、トランプ政権が教育省の解体に向けた手続きに入るための大統領令の起草に着手したそうです。教育省解体はトランプ大統領が掲げる公約の一つとなりますが、制度上教育省の解体には議会の関与が必要であることから、まずは教育省の縮小を経て解体に進むのではないかと言われています。この教育省解体は第一次トランプ政権でも試みたことでしたが、ライノと呼ばれるなんちゃって共和党員に阻まれ実現できずにいた事案だそうです。そういった意味でも今回は万全の準備をしていると思われます。その陣頭指揮を務めるのが政府公立化省同時率いるイーロン・マスクですが、教育省解体には格別の思いを持って取り組んでいます。というのも2024年7月のインタビュー記事を読んで驚いたのですが、そこにはイーロン・マスクの息子が女性への性転換を行ったことが告白されていました。記事ではイーロン・マスクが誤った学校教育によって息子を失ったという苦悩が語られており、性別違和を訴える若者の性別移行を進めるジェンダー肯定医療に対してかなり怒りをあらわにしていますが、それは当然だと思います。そのインタビューでは、息子が性転換した経緯について、医療関係者から思春期抑制剤を子供に投与する際に同意を求められたそうですが、子供の精神的混乱によって自ら命を絶つ行動をするかもしれないと言われ、同意書にサインしてしまったことも語っています。その後、7月16日にはカリフォルニア州がトランスジェンダーの子供をめぐる新法を成立させたことに反発して、X、旧ツイッターと宇宙企業スペース X の本社をカリフォルニア州からテキサス州に移転することになりました。なのでイーロン・マスクにとって、子供を洗脳した勢力やそれに関わった人たちを刑務所送りにすることに使命感すら持っていると思います。当然そのような被害とも呼べる事態に陥っているのはイーロン・マスクの家族だけではありませんし、教育省解体は個人的な復讐ではないと思います。間違った教育によって性転換手術を受けてしまった子供たちは、肉体的にももう取り返しのつかない状況になっているわけで、それに対するイーロン・マスクの決意は相当なものであると予想されますから、教育省に対しての腐敗一掃作戦は徹底したものになると予想されます。アメリカで起きている教育という名の洗脳工作。アメリカの教育現場では、LGBT の影響を受けてどんなことが起きているかというと、性別の肯定的なケアを装って、子供に不妊手術を行う流れに持っていくということが行われています。そもそも子供には性観念が不安定な時期があるので、女の子に男の子になる必要があるとか、男の子に女の子になる必要がある。そうすれば問題が解決するなどと言って、思春期ブロッカーと呼ばれるホルモン抑制剤の投与や乳房切除手術を受けさせることがあるということが問題視されています。
このようにアメリカの教育現場と父兄との間にはかなりの衝突が起きており、そのことがリアルに伝わってくる動画があるのですが、著作権の関係でこの動画の中では再生できません。そこで私が運営するブログで閲覧できるようにしておきますので、概要欄のリンクからぜひ見てください。この問題がいかに深刻な状況であるということや、現場の緊迫感が伝わる動画は、YouTuber の原野タイムスさんが日本語字幕をつけてくださっていますが、アメリカの教育現場で起きていることというのは、いかに LGBT 法案がアメリカ社会を崩壊させているということに納得できると思います。そしてそれは日本でこれから起きることと言えるのではないでしょうか。またそのような工作には資金が必要です。私は今までろくでもない輩たちの潤沢な資金で工作活動を行っていると言ってきましたが、その資金源とは手下である世界金融資本家から拠出されているのではなく、なんとその国民の税金から不正利用、またはマネーロンダリングされて使われていたことに驚きを隠せません。その資金の出所の一部は USAID からであったということが分かってきていますが、これでもまだ陰謀論だという人は相当強く洗脳されているか、知恵が足りない人ではないかと思います。それはそれとして、こちらの動画もご覧ください。この動画はオクラホマ州の学校で行われたチャリティーイベントの一コマとなりますが、大人の足を子供が舐めているというもので、どんなに譲歩してもありえないし、納得のできないものとなっています。このような教育を受けた子供たちが大人になって社会を担っていくわけですから、本当に止めなければならないことです。日本でもそれは起きている。アメリカの教育現場の腐敗は、それだけで特集をして動画を作成してもいいくらい深刻な事態になっていますが、残念ながら日本でも起き始めています。特に大阪では公立学校において韓国の学校かと思わせるようなことが起きています。その詳細については国会で質疑が行われていましたので、その一部をご覧ください。大阪におきましては、その自らの思想を生徒たちに押し付けるような思想教育であったり、変更教育、こういった指導をしている教員の方もいらっしゃるんですよ。具体例を少しも簡潔にお話ししますと、例えばね、これ、小学校の給食の時です。給食の時に、その先生は、韓国語でいただきますを生徒に言わせるんです。これね、日本の公立の小学校の話です。さらにですね、その給食は各班で分かれて食べるんですが、その班に行ってですね、韓国朝鮮文化、歴史、これをその生徒たちに教えるんです。で、学校の休憩時間中、廊下ですれ違うときには、韓国語で挨拶をしないといけない。これね、日本の公立学校なんですよ。こういった教育が、これ大阪ではなされている。これね、私も多くの保護者の皆さんから聞いて、これ本当にそうなのかなということで、大阪府の教育常任委員会でこの質問をさせていただきました。一度調査をしてくださいということで、常任委員会でも話をさせていただきました。それと大阪府教育委員会からもそういう実態はあるという正式なこれ答弁もいただいてるんですよね。ある保護者の方は言われたんですけどね、私の子供は学校から帰ってきたら、アリランを覚えてきた。これは別に構わないんですと。アリランを覚えるのは全然構わないんですと。ただ、私の子供は未だに国歌君が代を歌えないんです。これ日本の学校ですかって、こう保護者にも言われたんですよ。こういった教育も、大阪ではなされている。この現状について、文科大臣の、ご認識、ご所見をお伺いします。はい、安倍文部科学大臣。委員長、ご指摘の事案は実は把握はしておりないところでございますが、地域や学校の実情を踏まえた上で、国際理解、また他国の文化を教える活動が行われることは十分にあり得ると考えている中にありますが、国家を含め、学習指導要領で定める内容は、しっかりと指導していただく必要があります。保護者の理解も得ながら進めていくことも重要と考えておりますが、まず、このような考え方に関しまして、ご指摘の自治体にしっかり伝えてまいります。西田君。しっかりとこの教育の正常化に向けて取り組んでいただきたいんですよね。こういう質問こそはね、官僚の用意した答弁じゃなくてですね、政治家なんで、政治家の思いとしてやっぱり答弁いただきたいんですよ。もし私がその立場だったら、野党からこういう質問が出たら、私堂々と答えますよ。教育の正常化に向けて陣頭指揮取っていきます。私だったら言いますよ。やっぱり私ね、この未来ある子どもたちに、この国で生まれ育ったこと、誇りと自信を持ってほしいんですよね。そのためには、もっとしっかりね、
大臣、陣頭指揮取ってね、そういった教育の正常化、まずやっていただきたいと、もうこれ以上、もう答弁求めません、時間がありませんのでね、しっかりと、もう官僚の用意した答弁じゃなくて、政治家として、こういった質問に対しては答弁いただきたいということだけ申し上げておきます。これに対して文部大臣は全く他人事、うがってみるならすでに知っていて適当に受け流しているとも解釈できる答弁をしていました。また広島県では部落解放同盟という団体が教育委員会に介入して工作活動とも取れる活動をしています。この団体は部落民と全ての人々を部落差別から完全に解放することによって人権確立社会の実現を目的とした活動をしているらしいです。このように差別を課題に問題として取り上げ、さらにもっともらしい口実を掲げてやっていることといえば社会分断工作でグローバリストの常套手段です。その部落解放同盟なる団体が広島県の教育委員会に介入して具体的にどんなことが行われているかというと、日の丸が天皇制の補強や侵略、植民地支配に利用されたとして二度とその過ちを繰り返させてはならないと主張しています。この時点ですでに歴史を歪曲していることになりますが、さらにその君が代斉唱や国旗掲揚については各学校が主体的に決めるものであって、何人もそれに介入してはならないという確認書を交わしているというのです。その結果、広島県は全国で最低の国旗掲揚率と国歌斉唱率となっていることが分かっておりますが、それは日本全国に見られる傾向です。この問題に関しては史実と反する情報を報道している NHK や朝日新聞などには、もはやジャーナリズムというものは死滅していると多くの愛国者は考えてきましたが、トランプ大統領の腐敗一掃作戦によってこれから日本のメディアや政治家、企業、有名人がどのように国家転覆罪とも解釈できる犯罪に絡んでいたかが明らかになっていくことと思います。間もなく私腹を肥やすために犠牲となった国民や国家反逆とも取れる売国行為をした者たちには鉄槌が下されると思いますので、一人でも多くの国民が意識を持ってほしい事案だと思います。いかがだったでしょうか。トランプ大統領の返り咲きによって次々と腐敗の実態が暴かれていますが、今の時点で感じることはやはり陰謀論だと言われていたことの多くが真実であったということです。いや、それ以上のことが行われていたことが分かってきています。残念なことにこれらの事実が分かったとしても一定数の人たちにはどこ吹く風状態ですし、あれほど人を陰謀論者とレッテルを貼り、エビデンスや証拠を示せと言ってきた割には、その事実が判明したからといって自分の考えが間違っていたと立場を変えることはしません。少なくとも私の周りの人はそうです。皆さんの周辺はどうでしょうか。思い当たる節がある方はどうぞコメント欄でシェアしてください。コメント欄は多くの方が見ております。もし同じ思いをしている人が他にもいるということを知れば、孤独を感じたり貴重なエネルギーを怒りに浪費することはなくなると思います。今回取り上げたテーマについて改めて考えて感じることは、やはり無関心というのは謀略を計画実行している者たちにとって悪事を働きやすい状況を作り出しているということで、本当に恐ろしいことだということです。トランプによる腐敗一掃作戦はものすごい速さで進んでいますが、これと同じことを日本の現政権に期待することは難しいと思いますので、身を守るために考えることや対策することを怠ってはいけないと思います。ただトランプが各国との関税を変更する中で、日本に対しては消費税が実質的な関税になっていると指摘してくれたことには驚きました。その結果どうなるかは分かりませんが、トランプは当然ながら日本国内で起きている問題を情報として把握しているわけで、日本人がろくでもない輩たちの手下になっている現政権によって消費能力を失っていることが対日貿易赤字を膨らませていると考えているとしたら、今後は少し楽しみになるのではないでしょうか。トランプはマーガ運動の中で国内の消費を増やすために減税を実行するそうです。こんなことは経済学など学んでなくてもわかる話であり、今現在の日本政府が行おうとしている増税路線は日本人の貧困化を加速させて、ひいては日本を弱体化させる政策であること以外に考えられません。それは過去最高額の税収増しを続けているにもかかわらず、主要メディアも一緒になって日本政府の財政赤字は深刻だとプロパガンダしていることは、国民に対して詐欺を働いていると言えるのではないでしょうか。圧倒的多数の庶民が持つ力が今後行われる国政選挙で結果として現れていくことを切に願います。引き続き世界情勢の混乱に日本が巻き込まれても生き延びられるために食料品や日用品、医薬品の備蓄は強化していくことをお勧めします。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、
皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。